こんにちは。ゼロから行政書士第47回です。前回は債権譲渡と債務因受を学びました。債権そのものが動く場面を整理しました。今回も債権争論の分野を続けます。テーマは債権の消滅です。弁済や捜殺など債権が消える場面を扱います。債権争論もいよいよ完結に近づいてきました。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず今日学ぶ内容を整理します。一つ目は弁済です。債務を果たして債権を消す仕組みです。二つ目は捜殺です。向かい合う二つの債権をぶつけ合う方法です。三つ目はその他の消滅原因です。供託や後悔、免除、混同を取り上げます。それでは早速始めましょう。はじめに債権が消える場面を確かめます。債権は目的が達せられると消滅します。貸したお金が返ればその債権は消えます。この返してもらうことが弁済です。弁済は最も基本的な消滅原因です。一方で満足によらずに消える場合もあります。捜殺や免除、混同などがその例です。例えば、債権者が免除すれば債権は消えます。今日はこれらを順に見ていきます。まず、弁済を詳しく見ていきます。弁済とは、債務の内容通りに給付することです。約束通りに果たせば債権は満足して消えます。給付を差し出すことを弁済の提供と言います。提供の仕方には2つの形があります。一つは実際に給付を差し出す現実の提供です。もう一つは口頭の提供です。受け取りを拒まれている時などに使われます。弁済は原則として債権者に対して行います。次に受け取ってもらえない場面を考えます。債務者が正しく弁済を提供したとします。それでも債権者が受け取らないことがあります。この状態を受領状態と言います。きちんと提供すれば債務者は守られます。まず、遅れの責任を問われなくなります。保管の時の注意義務も軽くなります。受け取らないことで増えた費用は債権者の負担です。ここで第三者による弁済を学びます。弁済は債務者本人だけができるとは限りません。第三者も原則として弁済できます。例えば、親がこの借金を代わりに払う場面です。ただし、いくつかの制限があります。正当な利益のない第三者は注意が必要です。正当な利益とは、例えば保証人のような立場です。利益のない第三者は債務者の意思に反せません。また、債務の性質が許さない場合も弁済できません。続いて、弁済による代を見ていきます。第三者が債務者に代わって弁済したとします。この人は債務者にお金を求める権利を得ます。これを求償権と言います。例えば、保証人が代わりに返した場面です。その求償を確かなものにする仕組みがあります。弁済した人が債権者の元の権利に代位します。元の担保があれば、それも受け継げます。細かな要件や改正点は最新の教材で確認してください。ここからは捜殺を学びます。捜殺とは向かい合う債権を差し引くことです。二人が互いにお金を貸しているとします。例えば、代金の支払いとフェチ金の返済が向かい合います。それぞれ払い合うのは手間がかかります。そこで重なる分を差し引いて消せます。これが捜殺です。捜殺は一方の意思表示だけでできます。相手の同意は必要ありません。捜殺には揃えるべき条件があります。この条件が揃った状態を捜殺適条と言います。一つ目は、双方が同じ種類の債権を持つことです。
例えば、双方が100万円ずつ貸し合っている場合です。お金とお金のように目的が同じである必要があります。二つ目は、双方の債権が弁済期にあることです。この二つが揃って初めて相殺できます。相殺の効き目は遡って生じます。相殺適正になった時点まで遡るのです。相殺には許されない場合もあります。これは被害者を守るための大切な制限です。被害者が確実に救われるようにする趣旨です。わざと人を傷つけて賠償の債務を負ったとします。この債務を自分の債権と相殺して消せません。被害者に現実にお金が届くようにするためです。生命や身体を傷つけた賠償も同じ扱いです。また、差押えが禁じられた債権も相殺できません。給料などがその例にあたります。最後に、その他の消滅原因を整理します。一つ目は、供託です。債権者が受け取らないとき、供託所に預けます。これで、債務者は債務を結べれます。二つ目は、公開です。古い債務に変えて、新しい債務を作ります。三つ目は、免除です。債権者が一方的に債務を免除できます。四つ目は、混同です。債権者と債務者が同じ人になり、債権が消えます。相続などで二つの立場が重なる場面です。ここで具体例で整理します。A さんが B さんに100万円を貸したとします。B さんがお金を返せば、弁済で債権は消えます。次に、相殺の例です。B さんも A さんにお金を貸していたとします。重なる分を差し引いて、まとめて消せます。最後に、混同の例です。A さんが B さんを相続すると立場が一つになります。こうして債権と債務が同じ人に集まって消えます。ここで今日のクイズです。相殺について正しいのはどれでしょう？ A は相殺にはいつも相手の同意がいるです。B は加害者の賠償の債務も自由に相殺できるです。C は相殺は一方の意思表示だけでできるです。少し考えてみてください。正解は C です。相殺は一方的な意思表示ですることができます。相手の同意は必要ありません。なお、加害者が賠償の債務を相殺することは許されません。それでは今日のまとめです。一つ目は弁済です。債務を果たすことで債権は満足して消えました。弁済の提供と受領状態も学びました。二つ目は相殺です。向かい合う債権を差し引いて消す仕組みでした。一方の意思表示だけで相殺できました。三つ目はその他の消滅原因です。供託、公開、免除、混同を整理しました。ここまで債権の消滅を学びました。弁済と相殺、その他の原因を整理できました。これで債権争論はひとまず完結です。次回からは契約争論に進みます。契約が成立する仕組みや基本のルールを扱います。契約から生まれる権利や義務を学んでいきます。今日の内容もしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。